はい、神林家殺人事件。本当はですね、前回の動画で、終わろうかなと思っていたんですけど、で裏でこのエンドリスト集めようとしてて、こんな感じでここまで集めたんですよ。いや、まさかしのさんとか渋谷さんまであるとは思ってなくて、ちょっとびっくりしたんですけど、そんなわけで集めてて、ゲームを終えるってボタンを押してやめようと思ってたんですよ。普通終わるじゃないですか。ブラウザ閉じられるじゃないですか。でもですね、なんとこのゲームを終えるを押したら終わんないんですよ。画面が暗転してしばらくしたら、そうこれ急にザーってなって、もう言うの一体何なんだこのゲームはって、なんか始まったんですよ、ストーリーが。後日談になるのかなこれは。レオの先輩がプレイし終わったって聞いて、これは一体どういうことなんですか。で、これ神林家殺人事件という名のフリーゲームを僕はクリアした。事件のことについて調べていた先輩が偶然インターネット上で見つけた無料のゲームソフトで急いでプレイするよう僕に教えてくれたのだ。この展開ちょっとびっくりしすぎて、ここまで読んじゃったんですけど、いやまさか続きがあるなんて思わないじゃないですか。いや普通にゲームやめようって思っていたところなのにね。でこれちょっとあまりにも衝撃的だったんで、ちょっと実況として残しておこうかなと思って今こうして実況してるわけなんですけど、いやちょっとこの先どうなるかちょっと分かんなくてですねでも感情が追いついていないみたいな状態なんですよ。とにかく進めていきましょうかね。神林家殺人事件、数年前に日本中を騒がせた大事件。その事件に僕と先輩は関わっていたと。もう数年前の出来事になってるんですね。その神林家殺人事件を推理ゲームとして再現したものという振り込みでインターネット上にアップロードされていたのがこのフリーゲーム神林家殺人事件である。この2人の反応を見るにどちらかが作ったってわけではなさそう。ということはこの事件の全貌を知っているのは誰だろう。みんな死んでると、いや何とも言えない人もいるけど、鳥かごというハンドルネームの人物によって作成されたこのゲームは確かに事件を細部まで再現していた。ある一部を除いて。鳥かご、作者の名前ですよね。字の文章に脅威の記述があるじゃないですか。事件の背景設定に脚色したって前書きに書かれているじゃない。しかし何のためにあんな嘘が書かれているんですか。嘘。それに全ての情報が作中で示されていませんよ。しかもなんで僕が主人公なんですが、このゲーム確かにユウ君が主人公として操作できてる。自分が主人公になるっていうのもなんか不思議な感覚ですよね。事件で生き残った人の中で私よりユウを主人公にした方がゲームとして成り立つと作者が判断したんでしょうね。先輩冷静だね。私は犯人の名前入力シーンに至るまでに解決に十分な情報を得ていなかったから。解決なんかしていないじゃないですか。このゲーム謎だらけですよ。そうね、ゲームを普通にプレイしていても違和感はあるでしょうけど、現実の事件を知っている私たちにとってはなおさらだよね。そもそもこの作者の鳥かごって何者なんですか。前書きで作者は事件の渦中にいたと書いているのに、私たち以外の登場人物は全員死んだことになっている。そもそもゲームに前書きなんかをつけるのは不自然ですよ。いくら再現ゲームだからってそれによって謎が残ってしまっていますし。これでよかったのよね。ピアノのある部屋から私たちが出て行った後のシーンでさきちゃんがつぶやいた言葉、あれは一体誰に向けて言ったんだと思う？ねえユウ、覚えてる？事件後に分かったこと。何のことですか？事件の後に警察が屋敷跡を調べてゲームの中の私たちが気づかなかったことに気づいたじゃない。
ゲームの中では語られていない死体のある異変について。事件当時の私たちは気づかなかったけど、いくつかの死体は首が切られていただけではなく、腕と足も切断されていた。ただ、死体がきれいに服を着ていたから私たちはそれに気づいていなかった。はーん。そっか。確かに死体、服着てたから、まさかなくなってるとは思ってはいなかったな。何のためにそんなことをしたんでしょう。この事実から私はある可能性について考えたの。ちょっと一緒に出かけない？どこに？ある人に会う約束をしてあるの。ようやく連絡を取れた人で。なんだって？先輩？あなたが作者鳥かごさんですか？うん。誰だ？神林家の人と誰とも一致しないぞ。後期クイーン的問題というものを知っていますか？第一後期クイーン問題について言いたいの？何ですかそれ。推理小説の論理を突き詰めていた時に突き当たる問題。現代の推理小説界で積極的にされるようになった議論のこと。後期クイーン的問題、または後期クイーン問題と呼ばれる。作中で探偵が最終的に提示した解決が本当に真の解決かどうか作中では証明できないこと。手がかりや証言はいかようにも捏造可能であり、作中の真実を保証するものは何もない。推理小説における論理の形式化についての議論でメタフィクションに関わる重要な命題の一つ。ゲーレンの不完全性定理にちなんでだっけ、探偵小説におけるゲーデル的問題と呼ばれることもあるわ。愚かね、何も分かっていない。言及してみすぎない。なんだこの有理算的理論は。いい。それをもって、経済社会の不完全性や人間の知性の限界について説くものが言えるけれど、それは愚の骨頂。そしてそれは推理小説についても同様。後期クイーン問題と不完全性定理は何の関係もない。ただどちらもメタレベルの論理について言及しているところが似ているというだけ。何もわからない。わかるよ。何を言ってるかわからないよ。ゲーム神林家殺人事件の中にあるいくつかの不自然な点、作中で意図的に隠されているある真実について私は気がついたの。いえ、私でなくても自然に気づくようにあのゲームは作られていた。事件をよく知る者ならその違和感にはたやすく気づく。作者が前書きに書いている、事件の背景設定に脚色したということは、では現実の事件との違いは何なのか。ゲーム開始直後、車で私たちが登場するシーン。このシーンにははっきりとここは静岡県と神奈川県の県境にある山の中と書かれてたね。でも舞台が静岡と神奈川の県境とするとおかしな点が作中に出てくる。これは現実の事件を知らない人でも気づくこと。めぐみさん。全然気づいてなかったよ。関谷さんは晩餐会のシーンで優に自分が麓の出身であり、若い頃から神林家で住み込みで働いていることを言っている。そんな関谷さんがなぜ作中ではずっと新潟の方言だったの？違和感はそれだけじゃない。晩餐会の前に乾燥室で関谷さんに会うシーン。毎日湿度が高くて晴れない、洗濯物が乾かないと関谷さんが独り言を言っているの。欠片の気候区分とは独立した日本独自の気候区分において太平洋側気候というものがある。もしも本当に舞台が静岡と神奈川の県境ならば、太平洋側気候である冬季は少雨で乾燥するはず。作品の冒頭で時期が1月某日と言われているのに、毎日湿度が高くて晴れず洗濯物が乾かないのは不自然。言われてみれば。でもそのはず、事件があったのは実際は新潟県の山中だったんだから、マジか。新潟県は日本海側気候で、冬季は降水量が多く湿潤だから乾燥室を作りたくなる気持ちもわかるわね。
そうですよね。僕もプレイした時に不思議に感じました。なんで静岡と神奈川の県境って書いてあるんだろうと思ったんですよ。教えて、そういうのは。教えてよ。わかんないよ。当然、新潟の1月、冷え込んだ日に嵐であるはずがない。あの日は嵐ではなく猛吹雪だった。降っていたのは雨ではなく雪。降り出す前にもすでに山道に雪が残っていたから車のブレーキが効きにくくて困りましたよ。大変な積雪量だったから夜が明けた後に麓まで降りるのもかなり大変だったわね。あと談話室のはめ殺し窓も不自然だった。それぞれの連の棟の同じ位置に存在する夫婦の寝室も図書室も応接間も吐き出し窓なのに談話室だけはめ殺し窓。あれは実際は吐き出し窓だった。ただ普通と違ったのは凍ってしまって簡単に開けられなくなっていたということ。現実では凍りついた窓だったのにゲーム内でははめ殺し窓になっていた。現実の事件でも隠し通路を見つけ出す論理は作中のものとほとんど同じだった。凍ってしまってすぐに開けられないから犯人が慌てて割って窓から脱出したように見せかけた。だから隠し通路が存在すると。作者はそれを無理やり太平洋側が舞台の物語に変換しようとした。同じ推理を成立させるため、凍った窓をはめ殺しの窓に置き換えたのよ。そうすれば同じ性質を持ち同じ推理ができるようになる。推理ゲームとして成立させることができる。でもそんなことまでしてなんでわざわざ舞台を太平洋側にしたんでしょう。実際には雪山殺人事件だったものを嵐山荘殺人事件に見せかけたかった。そのままゲーム化してしまうと真犯人は容易に分かってしまうから。そう。あなたがクリエイターだと分かってしまうから。何？サシコちゃん？あなたサシコちゃんなの？成長した姿ってこと？てかサシコちゃんやっぱ生きてるやんけ。よく分かったじゃない。やっとあんたの笑う顔が見られたわね。本当にサシコちゃんなのか？生きていたのか？我らが生死の到来、ただ今にもやらん。礼を忘れて物見て火を下すのかなることはなほまさりたるもの。なぜ作者が舞台を太平洋側にしたのか、それは自身が容疑者になることを防ぐため。竹丸さんの懐中電灯の光が動かなくなるのをみんなで見るシーン。そのシーンの前に私たちはサシコちゃんに会っている。あの事件ではその時刻が詳細に書かれていた。サシコちゃんに会うのが22時51分。竹丸さんの懐中電灯の光が動かなくなったのを私たちが見た時刻が23時6分。15分の間ですか。実質10分程度で屋敷から東屋へ行ったことになりますよ。それは不可能ではないでしょうか。嵐の中はもちろん現実の事件では大雪が降っていて、なおかつ積もっていたんですよ。作中でも言っていましたが、ひょうたん池の周りを歩いて東屋まで片道20分以上は間違いなくかかります。サシコちゃんに犯行は不可能です。もちろんゲーム内の設定では不可能だけど、現実の事件では池を直進することが可能だった。凍ってるから？凍った池の上を通って屋敷から東屋まで最短距離を歩いて渡れば10分もかからず移動ができる。戻る時も同じように凍った池の上を通ればゲーム内で示されている時間で殺人を行うことが可能だった。その謎をプレイヤーに解かれないようにするため舞台を太平洋側にして吹雪を嵐に変えたのよ。事件の設定に修正を加えて自分に疑いがかからないようにゲームを作り上げた。でも何のためにそんなことを？殺人鬼はさきちゃんだったということを世間に印象づけるため。そのためだけにあなたはゲーム神林家殺人事件を作ったのね。あなたはあのゲームを作ることで犯人は間違いなく神林咲であるということを世間に思い込ませたかった。ちょっと待ってくださいよ。サシコちゃんの死体は見つかっているんですよ。サシコちゃんが生きているならあの死体は誰のものなんですか？あんな小さな体の人なんか作中に登場していないじゃないですか。名前は登場していないわ。でも会話の中に登場している。そう。最近行方不明だったサシコちゃんのクラスメートの女の子。それじゃないか。いや、この説最初に考えたよ。まあゲーム中では、さきちゃんが犯人だったっていうことになってたけどさ、おそらくあなたは自分の身代わりにするためクラスメートの女の子を地下室に数日間監禁していた。事件のあった夜に殺して首を切り自分の着ていた服を着せ自分の部屋に転がした。
小学生は幸子ちゃんしかいないからあれは幸子ちゃんの死体だとみんな思い込んだ。しかし犯人はジャミング機器や盗聴器を使いこなしているんですよ。幸子ちゃんは当時7歳だったはず。あんな大それたことができるとは思いません。今は家にいながらあらゆる機器を注文し受け取ることができる。あんな山奥にいてもね。確かに私は事件当時7歳だった。でもそれが何だというの？私は十分多くのことを知っていた。どんな大人が相手でも何を考えどう行動するか予測することができた。子供だからこれはできないとか、子供だからこうするだろうとか、それは子供を固定化したキャラクターとして見ている証拠。自らより幼い存在が自らを超越していることを想像もできない大人があまりにも多すぎるとは思わない？あなたがクリエイターで間違いないみたいね。でもじゃあなんでさきちゃんはあんな告白をしていたんですか？確かに彼女は自分が犯人だと言っていましたよ。真犯人が幸子ちゃんならなんであんなこと言ったんですか？さきちゃん言っていたじゃない。私は10歳も年下のあの子を尊敬し、畏怖していた。そして可愛がっていた。あの子の言うことなら何でも聞くわ。さきちゃんはあなたに崇拝に近い感情を抱いていた。その通り、さき姉様は私を畏怖し何でも言うことを聞いてくれた。さき姉様は私にとって最も扱いやすい駒だった。だからこそ偽りの犯人という大役をキャスティングしたの。私はさき姉様を事件の中盤まで地下室で眠らせておいた。ゲームの後半になってから姉様を起こして私は全てを打ち明けた。私の計画と考えを、そして命じたの。自分が犯人だと自白して死になさいってね。君は一体。あとは音楽室で待機させて、私が屋敷に火をつけてピアノを弾くように指示した。そしてあなたたちが事件の真相に気づいたら自分が犯人として名乗り出ること。もし気づかなかったら殺すことを命じた。姉様は驚いていたようだけど素直に私の命令に従ったわ。全ての殺人は私一人で行いたかったから。姉様に殺人はさせたくなかったのだけれど、幸いあなたたちは事件の真相に気づいた。私の用意した偽りの真相だけどね。いや、最初にあなたは犯人選びましたよ、私は。なぜ全ての殺人を一人で行いたかったの？私の望む推理ゲームを完成させるため。推理ゲームの犯人は単独犯で一人だけの方が面白いじゃない？全ては推理ゲームを作るためってこと？さき姉様はさすがに演技が上手だったでしょ？まあね。私にはまだ理解できないことがある。あなたの行動は矛盾している。もしかしてあなたは自分がクリエイターだと気づいてほしかったんじゃないの？どうしてそう思うの？関谷さんの方言や湿度の高さについての発言編のメッセージ。作者が犯人であると気づくような仕掛けを作者はわざと作中に施している。真犯人を当ててほしかったとしか考えられない。関谷さんの方言については全く気づいていませんでした。はい。性別についてもそう。性別？それは僕も思ったんです。作者は全てを知った上でゲームを作っていると。普通にプレイしているだけでは気づかないけれど、気づく人に気づくようにゲームを作られていました。はるか？ユウじゃなくてはるか？待って。はるかは彼とも彼女とも表現されていなかった。性別を特定するような記述が不自然なまでになかった。はるか、ちゃんなの？ユウくんとかじゃなくて。だけど手がかりはあった。作中竹丸さんは鳥山さんを鳥山くんと呼んでいた。そして他の女性たちをさん付けで呼んでいた。つまり竹丸さんは男性をくん、女性をさん付けで呼ぶ人。ユウは高尾田さんと呼ばれていた。そのことから現実を知らない人でもゲームをプレイするだけではるかが女であることがわかる。マジか、全然気づかなかったわ。レオナ先輩男性説は前の動画でちょっとヨタ話的に上げてみたけど、マジだったの？待って、レオナ先輩は男性でいいってこと？それ作者はただ明確に書かなかっただけ。今時自分のことを僕と呼ぶ女性なんて珍しくもないでしょ。そうそれは思った。作中何度かレオナ先輩の特殊な趣味について話しているシーンがありましたね。でも結局それについて明言されずにゲームは終了しました。あれは普通にプレイして気づくんでしょうか？気づきましたよ。説ですけど、男女逆説。それも気づくようにできていたわ。他でもない幸子ちゃん、あなたと会うシーンで
あなたに初めて会ったシーンであなたは私たちにお兄ちゃんとお姉ちゃんも気をつけた方がいいよと言っている。言ってる。はるかは自分のことを僕と言ってるけど、実際は女性。私も外見は女性だから、この発言に私たちは驚いたの。はぁ、合ってた。合ってたよ。主人公とレオナ先輩の性別逆説。嘘でしょ？その後にレオナ先輩があの子なんで分かったのと驚きの言葉を口にしていますね。あの作品の中で先輩の女装癖は明言されていない。だけど明らかに作者はその事実を知ってゲームを作っている。だからレオナ先輩女装癖だったんですね。では作者は誰なのか。作中で唯一私の女装隅を見破ったサシコちゃん。作者はあなた以外にありえないのよ。他の人はみんな先輩が実際は男であることには気づかずに死んでしまいましたからね。そして真犯人は私たち以外に最後まで生き残っている作者に他ならない。そういう風にサシコちゃんイコール作者イコール犯人であることに気づくことができるようゲームは作られていた。ねえどうして？一方では自分に遺体がかからないように気を配り、一方で自分が犯人である手がかりを仕掛ける。あなたは一体何がしたかったの？あんたの目的は何？クリアできそうでできないゲームとクリア不可能に見えて可能なゲーム。どちらがいいゲームかは言うまでもないでしょ。すべては戯れ、くだらない遊び。人生とは死ぬまでの暇つぶし。遊びで人を殺したというのか？秋姉様が喋っていたことはすべて私があらかじめ用意していたシナリオ通りのこと。あれは私の思想の一部。一体何が憎くてあんなことしたんだ？憎い？人を憎んでる暇なんてない。私にはそんな暇はない。人生はあまりにも短すぎる。そうは思わない？やりたいことはあまたあれど絶望的に時間が足りない。何か一つ願いが叶うのだとしたら私は眉松不老不死を願う。まあ時間が足りないよね。わかるよ。もう全部のゲームプレイしたいけど時間が足りないからね。自分だけ生きるなんて寂しくない？私は今まで寂しさというものを感じたことがない。そしてこれからもないでしょう。あるのは悲しみと深い虚しさだけ。生こそが価値の根源でありし、あるからこそ全ての意味は失われる。私は不滅の存在になりたかった。すなわち肉体を捨て去り情報のみの存在になること。それが人間の究極の進化であり、上部構造へのシフトである。まあ肉体は捨てたいな。一体何を言ってるんだ？それがあの惨劇とどう関係があるの？すべては戯れだと言ったでしょう。私は現実を作りたかった。現実をも侵食するゲームを。ゲームを作るために連続殺人を引き起こしたってこと？そんなことのために人を殺していいと思っているのか？人を殺すことの何がいけないの？食べるために牛や豚を殺すことがよくて、犬や猫を殺していけないのはなぜ？食べるためなのと、快楽的な殺人は違うのよ。娯楽のために釣りや狩りをするのはよくて、娯楽のために人を殺すことがいけないのはなぜ？それらは危うい道徳観の上にあるもの、すべては社会の宗教など人間が築き上げた砂上の牢獄に持たれている。そしてあらゆる人工物は脳機能の表出、あらゆる人の営みは脳に由来する。あなたゲームが好きなんでしょ？大好きさ。私は嫌い。ゲームとは内部の膨大な数字の演算が引き起こす真っぽどしに過ぎない。どうして虚しさを感じないの？それがいいんだよ。ゲームだけではない。映画も小説も漫画も娯楽なんて刹那の快楽。不確かな幻影、虚しいだけ。生きることの虚しさと死への恐れを一時的に忘れさせ、自身の感覚を鈍化するための麻酔薬に過ぎない。娯楽に限らず楽しさを享受することはすべからく虚しさを伴う。今望んでいるものを手にして難儀になるのか。それは夢、瞬間の出来事、泡のように消えてしまう束の間の喜びでしかない。それじゃダメなの？束の間の喜びを感じながら生きていくことの何がいけないの？時間とは残りの命に他ならない。時間とはすなわち命。時間を無駄にすることはすなわち命を無駄にするということに等しい。有限の時間、生命の牢獄の中で私は確かなものを作り上げたかった。それは生命の持つ根本的な虚無への挑戦、生きるということの限りない無意味さへの抵抗。そのためにならどんな命を奪おうとも構わないと思った。自分の命さえも。それは幼かった私なりの虚無への境物だった。残念、もう時間行かなくちゃ。どこへ行くつもりなんだ？あなたは今何者なの？
では逆に聞くけれど、あなたは何者？自分が何者かなど本来自分にとってはどうでもいいこと。自分を定義するのは自分自身ではなく、常に周囲の他人。わらべの時は語ることもわらべのごとく、思うこともわらべのごとく、論ずることもわらべのごとくなりしが、人となりではわらべのことをして去ってたり。名前を変え、姿を変え、身分を変えて生きていく方法はいくらでもある。完売し幸子と呼ばれた少女はもうどこにもいない。ねえ、なんで鳥かごなの？あなたのハンドルネームはなぜ鳥かごというの？母は茨城の生まれだった。鳥かごは茨城の一部地域で幸子と呼ばれる。へえ。やっぱり最後まで生かしておいたのがあなたたちで正解だったわ。私の予想通り真相の糸口を掴んですでに亡者であるはずの私に会いにここまで来てくれたんだから。これで私の望んだゲームは完成した。もうあなたたちに会うことはないでしょう。さようなら。お、エンド0。戻ってきた。これが真相か。ちょっと待って、エンドリスト。R。マジか、さしこちゃん。やっぱさしこちゃん犯人で会ってたんだ。でもこれさしこちゃんが作ったゲームだから正解にならなかったってやつだ。でゲームを終えるをして現実に戻ったところでまあ真相が語られるみたいな感じか。ははは、なるほど。いやー楽しかった。いや引き続きまあこのエンドリスト集めていきますけど、いやいやちょっと思いがいっぱいいっぱいになって何を喋っていいかわからない。まあとりあえず一旦ここまでにしときましょう。はい、では真相編終わりです。ご視聴ありがとうございました。